海底都市。海底都市という言葉を聞くと、多くの人が SF 映画やアニメに描かれる未来都市を思い浮かべるだろう。しかし、このコンセプトは単なる空想ではなく、実際に現実化しつつある技術プロジェクトだ。特に日本はその技術力を背景に、海底都市の実現に向けたプロジェクトを進めている。この海底都市の構想の代表的な例が、日本の大手建設会社である清水建設が進めるオーシャンスパイラルプロジェクトだ。このプロジェクトは、日本が海底都市の実現に真剣に取り組んでいることを示しており、世界でも注目されている。革新的な都市開発として、海底都市は様々な社会的、環境的な問題に対する解決策として期待されている。こんにちは、ディスカバリー JP です。今回は、日本の海底都市にまつわる少し興味深い話をご紹介します。なぜ世界が海底都市に注目するのか。世界が海底都市に注目する理由は、地球規模で直面する複数の課題に対する革新的な解決策を提供できるからだ。急速に進む人口増加による都市部の過密化、環境汚染、そしてエネルギー資源の枯渇は、世界共通の問題となっている。特に、清水建設のオーシャンスパイラルは、これらの課題に対し、海洋資源を利用してエネルギーや食料を自給自足する持続可能な都市モデルとして、国際的に大きな注目を集めている。このプロジェクトは、海底という未開発の空間を活用し、海洋エネルギー、養殖技術、そして淡水化技術を組み合わせて未来の生活空間を構築する点で非常に革新的だ。深海の冷たい水を利用した海洋温度差発電 OTEC や海洋の流れを生かした潮流発電など、地上では利用が難しい新たな自然エネルギー源を活用できることも、この都市構想が持つ強みとなっている。さらに、海底都市は自然災害にも強く、特に津波や台風といった地上の都市が直面するリスクが少ないため、より安全な居住空間を提供する可能性が高い。こうした技術的な利点や安全性が、地球温暖化や自然災害対策としても有効な点が、世界的に注目される理由だ。このように、海底都市は単なる未来の夢ではなく、世界中が直面している都市問題やエネルギー問題、環境保護に対する現実的な解決策として注目を集めている。技術的な進歩とともに、地球の未開発資源を活用することで、持続可能な未来の生活環境を実現する可能性を秘めているのだ。海底都市を支える技術とは、海底都市の建設には、既存の都市開発技術とは異なる、特別な技術が必要とされる。特に大きな課題の一つが水圧だ。海底では、深さに応じて水圧が非常に高くなり、建物や生活空間に強大な力がかかる。このため、強度の高い特殊なガラスや金属素材が用いられる。建設の際には、これらの素材がどれほどの耐久性を持つかが技術進歩の鍵となる。もう一つの重要な課題が、酸素供給と生活インフラの整備だ。海底には地上のように自然な空気が存在しないため、酸素供給システムが不可欠となる。また、飲料水の供給や排水処理、食料供給など、日常生活に必要なインフラも海底で自給自足できるシステムが求められている。エネルギー供給も大きな課題の一つだ。海底都市での生活には膨大なエネルギーが必要となるが、地上からの電力供給は現実的ではない。そこで提案されているのが、自然エネルギーの活用だ。例えば、海洋温度差発電や潮流発電などが考えられている。これらは、海の自然環境を生かして持続可能なエネルギーを供給する技術だ。これにより、クリーンで環境に優しいエネルギー供給が実現する可能性がある。日本の海底都市構想オーシャンスパイラル、清水建設のオーシャンスパイラルプロジェクトは、日本の海底都市構想の中でも最も注目されているものだ。このプロジェクトは、巨大なスパイラル状の構造を持ち、海上部分と海底部分が一体となった未来型の都市モデルを目指している。都市全体が螺旋状に設計されているため、空間の効率的な利用が可能であり、さらに太陽光を最大限に活用する工夫もされている。オーシャンスパイラルは、構造全体が螺旋状で、海上から海底に至るまで3つの主要エリアで構成されている。ブルーガーデン。ブルーガーデンは海面上に浮かぶ巨大な球体型の構造物で、住居や商業施設、公共施設が集まるエリア。この部分では、
海洋温度差発電 OTEC が主なエネルギー源として機能する。 OTEC は海面近くの温かい水と深海の冷たい水の温度差を利用して発電するクリーンエネルギー技術で持続可能な電力供給を行う。これにより都市全体が外部からのエネルギー供給に頼ることなく自立した生活環境を実現できる。また深海の高圧を利用して逆浸透膜式海水淡水化技術による飲料水の供給も行われる。海水を圧力で淡水化するこのシステムは深海の環境を生かしたエネルギー効率の高い水供給方法であり、都市の生活用水を賄うことができる。周囲の海域を利用した養殖技術と組み合わせることで食料や水の自給自足も目指されている。インフラスパイラル。インフラスパイラルは海面から海底へと続く螺旋状の構造で都市全体のインフラを支える重要な機能を果たしている。まずこのインフラスパイラルは海洋温度差発電 OTEC の発電機能を担っている。このエネルギー源により都市全体がクリーンかつ持続可能なエネルギーを確保できる。この仕組みは都市が外部からの電力供給に依存せず自立したエネルギーシステムを実現する基盤となっている。またインフラスパイラルでは深層水を活用した食料生産も行われている。深海の冷たい水は栄養分を豊富に含んでおり、これを利用して魚や海藻の養殖が行われ都市内の食料供給を支える。この養殖システムにより都市は安定的に高品質な海産物を生産し食料の自給率を高めることが可能となっている。加えて都市の水供給に関しては深海の高圧を利用した逆浸透膜式の海水淡水化システムが設置されている。このシステムは深海の自然な圧力を利用して海水を効率的に淡水化し飲料水や生活用水として供給する役割を果たす。深海環境の特性を生かすことで従来の淡水化技術と比較してより高いエネルギー効率が実現されている。インフラスパイラルのもう一つの重要な役割は都市内の物流を支える深海ゴンドラだ。このゴンドラは海面にあるブルーガーデンと海底に位置するアースファクトリーをつなぎ都市内での人員や物資の輸送に使用される。電気、水、酸素、さらには海底資源や生物資源といった都市運営に必要なあらゆる物資の運搬を担っており、都市内のインフラ全体を効率的に支えている。このゴンドラシステムによって都市内の物流がスムーズに行われ都市全体の機能が滞りなく維持される。インフラスパイラルはエネルギー、水、食料、交通といったあらゆるインフラ機能を一体化した構造であり、都市生活のあらゆる側面を支える重要な役割を果たしている。このシステムにより海底都市はエネルギー効率や自給自足を実現し持続可能な都市運営を目指している。アースファクトリーは海底に設置された工業エリアで都市のエネルギー供給や資源の生成を担う中核施設となっている。このエリアでは都市内で発生する CO2 を回収しそれを用いてメタンを製造するシステムが導入される。 CO2 をメタンに変換することで都市の燃料として活用できるためエネルギー循環が持続可能な形で実現されている。これにより CO2 の排出を抑えつつエネルギー資源としてのメタンを供給することが可能になっている。またアースファクトリーでは人工熱水鉱床を利用して資源を育成する技術も展開されている。これは深海に存在する自然の熱水噴出口を模倣した環境を人工的に作り出しその中で希少金属や鉱物を生成する方法だ。この技術を活用することで外部からの資源輸入に頼ることなく都市内で必要とされる金属や鉱物を安定的に供給することができる。アースファクトリーはこれらの技術を組み合わせることで都市のエネルギーと資源供給を支え持続可能な海底都市の実現に貢献している。このようにオーシャンスパイラルは海洋資源を最大限に活用し未来の都市生活に新たな可能性を提供する構想でありエネルギー問題や資源枯渇といった地球規模の課題に対する革新的な解決策として大きな期待が寄せられている。海底都市が直面する課題とはいえ海底都市の実現にはまだ多くの課題が残されている。最も大きな問題の一つはコストだ。海底に都市を建設し維持するためには莫大な資金が必要となる。
技術が進歩すればコストは下がるかもしれないが、現時点では非常に高額な予算が必要とされる。また、自然災害への完全な対策も課題だ。日本は地震が多い国であり、海底であってもその影響を無視することはできない。海底都市を安全に運営するためには、耐震性を高めるための技術的な進展が不可欠だ。最後に、海底の生態系への影響も慎重に検討されなければならない。海底都市が誕生することで、海洋生物や生態系にどのような影響が及ぶのかはまだ完全には解明されていない。持続可能な開発を目指す上で、こうした環境面のリスクも考慮に入れる必要がある。未来の海底都市。海底都市の実現は、まだ時間がかかるだろうが、その可能性は非常に大きい。技術革新と環境保護の視点を組み合わせた海底都市は、日本がリーダーシップを取る未来都市開発の象徴となり得る。地上の都市が直面する課題に対する新たな解決策として、海底都市は地球全体にとっても重要な意味を持つだろう。我々の未来が、海の底で新たな可能性を開く日は、そう遠くないかもしれない。